はいどうも皆さんこんにちは。今回は日清戦争についてお話ししていきます。この戦争は日本史どころか世界史の転換点となった戦争です。明治時代に起きたこの戦争に勝利することで日本の国際的地位が上昇し、欧米列強のような強い国の仲間入りをすることになります。これによって世界情勢が大きく変わっていくのです。そんな近代の重大な転換点でもある日清戦争についてこの動画で確認していきましょう。この頃の東アジアには欧米列強の国々が進出してきていました。そのような世界の動きの中で清は欧米列強に負け続けており、これを見ていた日本はこのままだと朝鮮にまでその影響が及ぶだろう。もしも朝鮮が列強の勢力下に入れば日本の安全も脅かされる。なんとかしなければと考えていたのです。こうして日本は清と朝鮮の主従関係を断ち切り、朝鮮を日本の影響下に置こうと考えるようになります。日本と清の間で朝鮮を取り合うような形で対立が起きていくのです。そんな朝鮮の国王は高宗という人物でした。高宗の父が太陰君、高宗の妻が敏妃という人物です。高宗が幼い頃は太陰君が政治の実権を握っていたのですが、後に太陰君は失脚し、敏妃の一族が政治の実権を握るようになります。この敏妃一族による政権は開化的な考えを持っており、日本の明治維新をモデルに近代化を進めていました。その中の政策の一つが西洋式の新式軍隊を作るという政策です。しかしこれをよく思わなかったのが旧式軍隊のような保守派の人々です。彼らは新式軍隊ばかりに予算を使いやがってと不満を持っており、最終的に反乱を起こします。こうして起きたのが神護軍乱です。この反乱は漢城、現在のソウルで起こりました。当時の日本は朝鮮の近代化を手伝っていたので、反乱を起こした人々によって日本公使館は焼き討ちに遭います。彼らはそのまま太陰君を担ぎ上げて一時的に政権を奪いました。この反乱を受けて動いたのが日本と清です。両国ともに軍勢を派遣した結果、清国軍が反乱を起こした太陰君を逮捕。神護軍団はこのようにして鎮圧されますが、この一連の事件を経て敏妃は、清が私たちを助けてくれた、日本よりも清の方が頼りになりそうだと思うようになります。こうして敏妃は日本ではなく清を頼るようになっていき、朝鮮における日本の影響力は弱まってしまいました。とはいえ朝鮮内部に日本寄りの考えを持つ人がいなくなったわけではありません。金玉均という人物が中心となり、朝鮮の改革を行うために日本に接近していきました。もちろん日本も朝鮮の主導権を取り返したいので、金玉均たちを支援していきます。そんな時に起きたのが清仏戦争です。清仏戦争というのは清とフランスの戦争です。今まで清は朝鮮の情勢を警戒していましたが、戦争が勃発すると戦争に意識を向けざるを得ません。これをチャンスと捉えた金玉均たちは敏妃政権打倒のクーデターを計画します。こうして始まったのが戊辰政変です。金玉均率いる改革を目指す人々は日本の支援の下で王宮を制圧することに成功します。しかし敏妃たちも黙ってやられるわけにはいきません。清に助けを求めました。こうして朝鮮内部の対立は清と日本の対立に変わっていったのです。この時も結局清によってクーデターは鎮圧され、金玉均は日本に亡命。日本の朝鮮における影響力はさらに弱まってしまったのです。最終的に清と日本の間で日本も清も朝鮮から引き上げよう。これ以降朝鮮に出兵する時には互いに事前に知らせ合おうという取り決めがされ、ひとまず戦いは回避できました。しかしこれで一件落着とはいきません。朝鮮国内には依然として戦争の火種が残っていました。亡国令と討学です。順番に見ていきましょう。まず亡国令についてです。この頃の朝鮮では開国された影響で穀物が大量に日本に輸出されていました。これが原因となり朝鮮の穀物が足りなくなり飢饉が発生。朝鮮政府は日本に対する穀物の輸出を禁止したのですが、日本からすると条約と違う、日本の商人が被害を被ったと感じます。こうして日本は朝鮮に賠償金を請求、亡国令を解除させたのです。次に討学についてです。討学というのはキリスト教を意味する聖学に対しての呼び名で、儒教、仏教、道教などを混ぜた宗教のことです。この頃の朝鮮では討学が生活に苦しむ農民の中に広まっていき、外国のせいで我々の生活がおかしくなった、外国勢力を追い出せ
と主張する人々が増えていました。こうして東岳の幹部が不満を持つ農民を率いて大規模な反乱を起こします。これが庚午農民戦争です。こうして発生した庚午農民戦争ですが、朝鮮はこの反乱を鎮めることができませんでした。そこで朝鮮はまたも清に助けを求めたのです。しかし先ほど言った通り、清と日本の間ではこれ以降朝鮮に出兵するときには互いに事前に知らせ合おうということが決められていましたので、清は日本に出兵を通知、日本も朝鮮に兵を出しました。この機会に清と戦うぞ、そう考えながら朝鮮に向かったのです。しかし日本には誤算がありました。なんと農民軍が慌てて朝鮮政府と和解してしまったのです。この時の日本は戦う気満々だったので、このままだと戦う理由をなくしてしまいます。そこで日本は新しく日清両国で朝鮮の内政改革に当たろうと清に対して提案しました。つまり清が飲めない提案をして、提案が飲めないなら戦争を行うという方向に持っていこうとしたのです。予想通り清はこの提案を拒否。こうして日本は開戦を決意。日清戦争の始まりです。まず最初の戦いは宝東沖海戦でした。この戦いによって日清戦争が始まって、日本は清に宣戦布告。こうなると日本は国内で争っている場合ではありません。これまで政府と対立していた政党でしたが、政府への批判を中止して協力するようになり、戦争に関係がある法律案や巨額の軍事予算案をバンバン可決します。このように日本は挙国一致体制で戦争をバックアップしていきました。対する清は近代化に立ち遅れ、国内では政治対立が激しくなっており、十分な力を発揮できていません。そのような国内情勢も影響して、その後の戦況は日本陸軍が平壌及び旅順を占領し、遼東半島を制圧。日本海軍は黄海海戦と異海への攻撃で清の海軍を壊滅させ、なんと日本は清を相手に圧勝したのです。これを受けて清は和平交渉を開始。こうして結ばれたのが下関条約です。この下関条約では、朝鮮の独立、遼東半島、台湾、宝庫諸島の割譲、賠償金約2億テール、清の4つの港の開港が決められました。清と朝鮮の主従関係を解消し、領土を広げ、賠償金を得て、清に新たな港を開かせたのです。こうして日本は朝鮮から清の勢力を一掃して、大陸進出の足場を築くことができました。しかし、これに反発する国が現れます。ロシアです。ロシアは日本の大陸進出を警戒して、ドイツとフランスを誘って三国干渉を実施。下関条約で割譲された遼東半島を清に返還しろと勧告してきました。当時の日本には3つの国を相手に戦うような力はありません。こうして日本の歴史は朝鮮半島を狙うロシアとの戦い、日露戦争へと進んでいくのです。